先輩、球根1個が家1軒より高くなった時代があるって知ってますか？これ自体は本当の話なんすけど、実はそこから先、みんなが知っとる話の方にちょっとした誤解があって、ちょっと聞いてくれますか？チューリップバブルって言葉、経済の崩壊の例としてよく引き合いに出されるじゃないですか。オランダ経済が壊れてみんな破産してっていうイメージあるかもしれんすけど、実はそこ、後から話が盛られた部分が結構あるらしいんすよ。1630年代のオランダでチューリップが上流階級の間でものすごい人気あったんすって。中でも花びらに炎みたいな模様が入った希少な品種は競って欲しがられとったらしくて、球根は掘り出せる季節が限られとるから、そのがやしか現物のやり取りができんかったんすよ。そこでまだ土の中にある球根を先の季節に受け渡す約束で先に売り買いする仕組みが広まっていったんすよ。しかもこれ、買う側はほんの少しの手付金だけ払えばよかったから、実際にまとまったお金が動くのはまだ先の話やったんすよ。1636年の終わりから1637年の頭にかけて、この先物の値段はわずか数ヶ月で何倍にも跳ね上がっていったらしくて、一番人気あった品種の球根は1個でアムステルダムの運河沿いの立派な家1軒分くらいの値段まで行ってしまったんすって。でも1637年の2月、いつも通りの競りで急に誰も値をつけなくなったんすよ。そこから値段は一気に崩れ落ちてしまうんすよ。で、ここまでは史実として割とちゃんと残っとるんすけど、問題はこの後オランダ経済全体が崩壊して大勢が破産してっていう話の方で、実はこれ当時の記録を調べてもそこまでの被害を裏付けるものがほとんど出てこんらしいんすよ。そもそも取引しとったのが一部の裕福な商人とか収集家っていう限られた人らだけで、しかもまだ現物の受け渡し前に値崩れした契約が多かったから、後で裁判所が支払い義務を軽くするような裁定を出したりもしたんすって。つまり実際の被害は伝わっとるイメージよりかなり小さかったらしくて、じゃああの破滅的なイメージどこから来たんかっていうと、1841年チャールズ・マッケイっていうイギリスの作家が書いた本がきっかけやったんすって。過去の熱狂を集めた読み物として書かれた本で、経済破綻とか身を持ち崩す人々とかかなり劇的に脚色されとったらしくて、この本がめちゃくちゃ読み物として面白かったもんやから、200年経った今でも脚色込みのバージョンの方が世界中に広まってしまっとるんすよ。当時群を抜いて高値がついとったあのコナンみたいな模様の球根なんすけど、実はあれ特別な品種やなくて
ウイルスに感染した球根やったって後の時代にわかったんすって。誰もが欲しがったあの美しい模様が実は病気やったっていうのはちょっと皮肉が効いとる話っすよね。今日の話このくらいにしときますね。眠くなってきましたか？おやすみなさいっす。